こんにちは。仕事に役立つ文房具のセレクトショップ、天の仕事道具店です。今日は納税や健康診断、保険など暮らしに関わる記録を残すログノートを紹介します。年末に控除証明書をかき集めるふるさと納税を書き込みでする健康診断の予約、各種税金の支払い、歯医者の定期検診とかね、そういう聞くだけでめんどくさいことって結構ありますよね。でめんどくさいってすごいストレスだなと思うので、ちょっとこの感情と向き合うことにしました。でめんどくさいをね、掘り下げてみます。どこかに記録があるからそれを確認する必要があるけど、探すのがめんどくさい。記録を残しておかないと後で困りそうだなって分かってはいるんだけど、どれにどうやって書くのかっていう決めるのがね、めんどくさい。あとはやり方が曖昧で調べたり思い出したりしなきゃいけなくて、それがめんどくさいっていうね、この3つが主なめんどい理由でした。ということで今日は重い腰を上げまして、この3つをね潰していくべくログノートを作ります。ちょっと前の手帳会議の動画で自分用のマニュアルノートがどちらかというとログノートとして最近は使い始めちゃってるっていうお話をしました。元は仕事の手順を書いたり、自分用にね注意点などをまとめたり、決めたルールを書いておいたりするマニュアルを作ってるノートだったんですけど、自分で事業をやるようになってからは特になんですが、納税とか経理周りのね作業を書くことが増えたり、それに伴って納税をするときは何のツールでどの決済手段を使っていくら払っただっけなみたいなことをね記録することが増えて、今までは手順とか方法をメインに書いていたけど、ログのエリアを増やしたいなと思ったのがこのノートを作るきっかけです。ということで、家中にあった仕事周りの記録や健康診断の結果、医療費の領収書とかをね書き集め、役立ちそうなねノートグッズも買い足してきたので、頑張ってログを残しやすいノートを作っていきます。今回このログノートにまとめるねものをざっくり紹介します。まずは通院、健康診断、体調不良の記録。こちらは過去にまとめるねファイルを実は作っていたんですが、健康診断の結果とかは引き続きこちらのファイルに入れるとして、よく見返すことがありそうな項目だけログノートに書き出すことにしました。あとは償却資産申告書の作成とか、家の賃貸契約の概要とか、生命保険の給付金の申請記録とかも残しておくことにします。ちなみにログノートを作るのはこれがね初めてではありません。動画にね映っているのは文房具屋運営の売上とか SNS 運用とか、あと自分の健康状態などにね関して過去にまとめたログノートのリフィルです。課題感があって、その度作っては使い心地悪いなとか、なんかちょっと状況が変わったとかで諦めちゃうこともよくあります。未だにね試行錯誤してるんですが、現在の背景を踏まえて最善を尽くしたログノートを作ります。使っている文房具とかは動画のね最後の方に紹介していますので、そちらご覧ください。でまずはマニュアルノートとしてこちらのノート使っていたので、間に入れてたリフィルをすべて取り外します。今回はログノート兼マニュアルノートとして作っていきたいので、リフィルはね再利用していきます。取り外したリフィルは経理、納税、健康、その他、あと未使用のね4つに分けていきます。振り分けてる間にログっとけばよかったのにとね過去に後悔したエピソードでも、冒頭で家の賃貸契約の概要をログに残すと述べました。実はねこれは苦い経験がありまして、東京から福岡に引っ越す時、3年前ぐらいですね、東京の賃貸を解約しようと思って引っ越しの1ヶ月半前に管理会社に言ったら、2ヶ月前に届け出してもらわないと困ります。契約書にもあるでしょうって言われちゃったんですね。で、急いで契約書確認すると確かにね、書いてあるんですよ。でも今まで住んでいた賃貸物件は1ヶ月前までに連絡で OK だったので、私がね、勘違いしていたようです。結局、引っ越し自体は1ヶ月半後で、家賃自体は2ヶ月分まるっと支払うことになっちゃいました。この時にね、契約時点で覚えておかないとっていう点は、絶対に手元にメモを取っておかないとダメだなと実感。他にもコロナ禍で最後のワクチンいつですかって聞かれた時に全然ね思い出せなかったりと、まあね、年々家のこととか仕事、家族とかね考えることが増えちゃって、逆に抜け落ちることも多くなったので、改めてねログノートを作るべきだなと強く思ったエピソードです。ということでリフィルの振り分けが完了しました。4つにね分類しました。
一旦分類ごとにインデックスで仕切りつつ、リフィルをね、ノートに戻していきます。今までは作業系のマニュアルなど、よく使うものを前の方に、月1回とか年1回の経理作業は後ろの方に入れていたんですけど、今回はログを取ることが多いだろうという順番で、経理、納税、健康、マニュアルの順番で、前回とはね、真逆の順番で入れていく感じになります。このロルバーンのフレキシブルはページの入れ替え時にね、リフィル自体が全然ね、傷みにくいっていうのと、複数枚一気に引っこ抜いたりとか差し込んだりできる仕組みになっていて、すごいね、気に入っています。ページの入れ替えができるノートってちょこちょこね見かけるようになってきたかなと思うんですけども、この抜き差しの際にね、リフィルの穴の部分とかが傷みやすいものもあるので、破れてしまうとねちょっと元も子もないので、選ぶ際の基準としてね参考にしていただけたら嬉しいです。ではまずは、やり方が曖昧、調べたり思い出したりするのがめんどくさいに分類される経理納税周り。今まではそもそもね、国民健康保険って何なの、どうやって支払うの、どうやって金額決まっているのみたいなのをこの表面にまとめてて、裏側に参考資料を貼ったりとかちょっとメモ残していて、で入金とかお手紙などの記録はノート付箋にね貼り付けていました。参考資料として貼っている金額が書かれた納入通知書っていうのは毎年ね発行されるものなので、毎年貼り替えたいなっていうのと、あとログは今後ずっと残しておきたいなという気持ちがあったので、記録を裏面に書き込んで、参考資料をノート付箋の方に貼り替える運用に変えていきます。で、ついでにね、表面も去年書いた時と情報がね、変わっているので書き換えます。このね、書き写しする作業がね、私は結構好きです。去年書いた時より理解が深くなってる自分がいたりとか、もう自分の中ではね、理解している情報になっていて、今年は書かなくていいやっていう情報がある時、あとはわからないことだらけで書ききれてなかった情報で重要な情報とかをねアップデートするっていうのが、なんか成長を感じたり新しいことを学べたり気がつけたりします。似たようなことをね書き写すのってやっぱ手間だとは思うんですけど、一枚一枚自分が学んだことをねこうやって書いていくと充実感もあるのでね、ぜひお試しください。アナログがねめんどくさい人はもちろんねデジタルでやるのも全然ありだと思っています。で、裏面は今までノート付箋に書いていたログをまずは書き写します。国民健康保険の支払い記録では、いつ、いくら、何のツール、決済手段っていうのを書き込んでいます。他にもね、いつ金額のそもそも通知書が届いたかとか、あと年末控除証明書が届いたかっていうのもログに残します。で、通知書とかのね、参考資料を既存のノートからひっぺがして、ノート付箋の方に貼り付けをし直します。ちなみにこのね、付箋ノート付箋ちょっと忘れちゃったんですけど、今月から当店でも購入できますので、気になる方はオンラインショップか実店舗までぜひ。こんな感じの流れで今まであったリフィルをね、書き直していきます。あとはどこかに記録があるからそれを確認する必要があるんだけど探すのがめんどくさいのね、代表例でもある通院歴も手元にある記録と頭の中にある記録を書き出していきます。通院に関してはね、ログが必要だなと思ったエピソードはいくつかあります。10年でね、数回引っ越しをして、その度に歯医者がね、私は変わっていて、治療のことを自分が覚えておかないと、新しい歯医者で困ることが多かったんです。昔一人暮らしの時通ってた歯医者で、神経が死んでるかもねって言われて、で抜歯をね勧められた歯があったんですけど、できればね残したいってただこねた結果、とりあえず虫歯の部分削って中にお薬詰めて経過を見てみましょうって言ってくれて、その後ね奇跡的に歯を抜かずに済んだ奥歯があるんですけど、それがどこなのかが思い出せないんですよ。で、最近通ってる歯医者に多分ここだよ、お薬詰めた跡があるって言われたのはね、奥歯じゃないんですよ。で他にもね、銀歯にはある程度期限があってそろそろ変え時じゃないかって今の歯医者さんに言われた時も、そもそもいつどこの歯に銀歯を詰めたのかがねわからないっていう困りごとがありまして、ちゃんとね自分のことは記録に残しておこうと心に決めるエピソードでした。ということでね、書き終わったので中身を一つずつ紹介していきます。まずは経理納税周りですね。基礎知識や支払い方法、支払いタイミング、金額の決まる方法などを表面に書きました。裏面には入金や DM が届いたタイミングを記録。毎年送られてくるであろう納入通知書はノート付箋に貼りました。
ノート付箋はね、パタンと折れるミシン目が入っています。で、住民税も同じように表に基本的に知っておくべきことを書いて、裏面にロゴを残せるようにしています。他にも国民年金、償却資産申告などを書き直しました。他の項目はね、調べる必要があるものが多かったので、後日このフォーマットでまとめる予定です。次は健康、歯医者の定期検診と、その時発覚した問題や治療内容を時系列にメモ。高かった診療は値段もメモしてます。そして1年に1回の健康診断ですね。会社員時代は会社が手配してくれていましたが、現在はね、自分で手配する必要があるので、去年どこで何のプランでいくらで受けたのかっていう記録が大事になってきます。健康診断の結果は紙がね大きいしかさばるので、引き続きファイルの方で保管をしています。あとはね、子宮頸がんとかのオプションで検査した項目もね残しておくと安心だなと思って書いてあります。他にも耳鼻科、皮膚科とかね、突発的な通院履歴とか自分の体の異変も残しておくことで、自分の体と向き合いやすくなるんじゃないかなと思ってます。そして最後は仕事に関するマニュアルノート。ここはね、ロゴに関しては特に残す予定はないので、今までと使い方が変わることがないため割愛します。こんな感じで年始に手帳会議で決めたログ部分を大きくするという改善をね、無事完了することができました。もう一個このノートには改善が必要で、それはわからないことをリスト化して潰しておくということ。納税経理周りでわからなくて、毎回調べつつ不安な状態でこなしている作業がね、ちょこちょこあるので、それをリストにして一個ずつ調べて、マニュアル、ログノートとしてまとめていく必要があります。この改善は今までね別の手帳と一緒に持ち歩いていたトゥードゥリストを召喚して解決することにします。ここにね書き込んで隙間時間にちょっとずつ調べてまとめていこうかなと思います。では最後にね使っている文房具を紹介していきます。ちょっと残念ながら当店では取り扱いがないものが主になっているので、別サイトでね購入できるリンクを概要欄に置いておきます。で、まずはこちらのロールバーンフレキシブル L サイズです。過去にも何とかね、動画に出してるので、馴染みのあるノートかなと思います。レザーっぽい質感で、最近はね、もっとカジュアルな布の表紙とかもね、販売されていました。次はロールバーン専用のクリーム色の修正テープ。私はこういうまとめノート1文字でもね、間違えると結構萎えちゃうタイプなので、修正テープめっちゃ大事です。ちょうどね、ノートにミスってるところを見つけたので、テープでね、このミノムシをね、消していこうと思います。なんか修正テープ単体で見ると結構黄色いなーっていうね、印象だったんですけど、実際に紙に乗せるとだいぶ馴染みます。綺麗にね、消えてくれました。これはね、なかなかいいですね。リフィルを無駄にせずに使えそうです。本体も小さくて、あとデザインもね、いい感じでお気に入りのアイテムになりました。次はね、ロールバーンのブックマークです。これはね、レッサーパンダ柄が可愛くて、買ったもので、今回のログノートだと使い方ね、ちょっと悩みますね。手帳としてこちらのノート使ってる人は、今日はここだよってすぐにね、わかる、すごいね、優秀なアイテムなんですけども、私はね、ログノートなので、どないしたもんか、癒し枠としてね、活用していくことにしましょう。で、次はインデックスシート3枚組です。これはね、本当は他のカラーが欲しかったんですけど、私が行ったお店ではね、黒か白しかなくて、表紙に合わせてこちらの黒にしました。で、取り付けと取り外しっていうのがね、すごい簡単に入れ替えができそうで、安心してます。ただね、インデックス名をね、書きたいんですが、白インクでプラスチックにかけて、さらに摩擦に強いものっていうね、ペンが思いつかず積んでます。シール貼るか、たった3つの分類だし、見出しは作らないでおくか、ちょっとね、まだ悩み中です。最後までご覧いただきありがとうございます。皆さんはね、どんな記録を残していますか？なんかね、おすすめとかあったらぜひコメントで教えてください。またねー。